お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるドイツの国防軍が開発した、ドイツ空軍にとどまらず、ドイツ海軍に至るまで広く採用され、その威力を発揮した対空兵器、3.7センチ高射機関砲シリーズを解説する。なお、以前にアップした38式4連装2センチ対空機関砲の解説動画は、想像以上に多くのご視聴者にご覧をいただくことができ、アップ主としては後人の至りです。動画内でコメントを募集した高射砲、対空機関砲、対空機関銃の違いについても、色々なご回答をいただけました。大変勉強になりました。コメントいただきありがとうございます。38式4連装2センチ対空機関砲の解説動画は、概要欄に URL を貼っておくので、コメント欄も含めご興味のある方は良ければご覧ください。今回の動画は38式4連装2センチ対空機関砲からさらに進化した対空機関砲の解説という理解で合ってるか。2センチクラスから3.7センチクラスに進化しますが、特に初期の3.7センチクラスの高射機関砲に関して言えば、38式4連装2センチ対空機関砲とはどちらかというと競争関係にあったと表現するのが正しいかもしれないね。早速解説に入っていくが、口径が3.7センチ級の対空機関砲の走りとなったのは、スイスで開発がなされ、ドイツのラインメタル社が改善を加えた高射機関砲、3.7センチ FLAK18 だ。これ以降は18型高射機関砲と呼称させていただく。音声ソフトに毎回打ち込むのが大変なためです。18型高射機関砲は、大型対戦車ライフルをベースに開発がなされた、ドイツ軍の対空機関砲である2センチ FLAK30 を強化したバージョンの機関砲として開発がなされた代物だ。もっとも、この強化バージョンには、2センチ級の機関砲にも色々とあったが、例に漏れず問題が指摘されていた。どんな問題が指摘されていたの？機動性に欠けるという問題点だ。具体的に言うと、18型高射機関砲は射撃時の安定性も考慮して十字脚を使用していたんだが、これが大型だったので、同砲を移動させる際には馬力のある四輪の牽引用車両で輸送する必要があり、機動性に欠ける嫌いがあったんだ。十字脚って何？画像は高射砲であるアハトのものだが、この大きな砲座にあるのが十字脚だ。18型高射機関砲の十字脚は、台座の左右の足は輸送時に上側に折りたたむことのできる構造だったんだが、それでも輸送には骨が折れるという評判だった。これを受けて、ドイツ国防軍当局は、さらに新型の3.7センチ級機関砲の開発に着手し、その結果誕生したのが、3.7センチ FLAK36 だ。この36型高射機関砲は、前身の18型高射機関砲と比較して、台座を十字脚から三角型に変更して、二輪の専用トレーラーでも輸送可能な構造となり、その機動力に配慮がなされている。18型高射機関砲と比較して他に改良点はあったの？口径2センチ級の対空機関砲と比較してより高度の標的を狙える能力を有しており、また、18型高射機関砲に指摘されていた機動性の欠落という反省から、台座を三角型にしたのみならず、砲火などにも軽量化が施されている。さらに、18型高射機関砲は榴弾による最大の射高が3500メートルだったが、36型高射機関砲は最大の射高が4800メートルに向上した。弾は毎回込めるの？一弾一弾込めていたら対空機関砲として意味がないので、弾薬6発分がセットになったクリップを装着するシステムだった。対空機関砲の重要な要素である発射速度は毎分80発から100発だったそうだ。何か問題点はなかったの？あえて指摘するとすれば、砲手や砲自体を守る防順がなかったので、この点は改善が施され、砲手の前面や砲自体を防護する防順が装着された。36型高射機関砲の改良バージョンは開発されなかったの？照準器の改善に着目し、ゼンマイ動力による新鋭の照準器を搭載した3.7センチ FLAK37 が開発されている。この18型高射機関砲から37型高射機関砲に続くシリーズは、ドイツ本国から遠く離れた極東の島国にも影響を及ぼした。どこの国かな？日本だ。当時の大日本帝国陸軍は、同軍の開発した88式7センチや先行射砲や、
フランス製をベースとする98式 20mm 高射機関砲を主に使用していたが、中高度の上空をターゲットとする高射機関砲の需要が叫ばれたことを受け、ラインメタル社から、本動画の主役である 3.7 センチシリーズの高射機関砲を購入し、ライセンス生産による一式 37mm 高射機関砲を正式採用するに至っている。ドイツベースの当該高射機関砲は大量にライセンス生産されたのかな？いや、マレー作戦でイギリス軍の機関砲を大量に鹵獲できたので、これのコピー生産が進捗したことも相まって、最終的には少数の配備にとどまったそうだ。そうか。ちなみにだが、ドイツ海軍もこの 3.7 センチシリーズに着目し、ラインメタル社に発注して 3.7 センチ FLAKM42 を生産している。ドイツ海軍製のこの機関砲の発射速度は毎分160発から180発を誇り、長い砲身を備えていたこともあって、沿岸防衛にも活用されたそうだ。さて、37型高射機関砲に飽き足らず、ドイツ国防軍はさらに強力な高射機関砲を欲した。その結果開発されたのが、3.7 センチ FLAK43 だ。この43型高射機関砲は、航空機に搭載されるために設計された機関砲の機構をベースとしている。43型高射機関砲はどんな性能だったの？まず、ガス圧による作動方式を採用したことにより発射速度が向上し、毎分最大で250発の発射速度を達成した。また、榴弾の場合で最大射高は4800メートル、球弾用の弾丸クリップは8発入りであり、標的となる航空機を迅速に捕捉するため砲の旋回能力などに改善が加えられている。そして、43型高射機関砲は、着目すべき特徴を有していた。着目すべき特徴とは？生産性だ。これは戦時下ではとても重要な要素であり、限りある資源と労働力によっていかに効率的に軍需生産ができるか、その国の腕の見せ所となるわけだが、43型高射機関砲はこの生産性に特別な配慮が加えられていた。なんでこの段階で生産性に配慮されたの？政府の軍需を管轄する省庁から指導が入ったんだ。ドイツ国防軍の戦車等にも見られる特徴だが、ドイツ国防軍は、職人的な気質で細部までこだわり抜かれた兵器を開発してきた過去があり、技術的には素晴らしいが生産性と整備性には疑問符がつく兵器生産をする傾向があったので、軍需部門はそれを心配してあらかじめ釘を刺したのかもしれないね。どうやって生産性を上げたの？製造過程で、加工物を圧着して変形させるプレス加工を大量に取り入れたんだ。これにより、43型高射機関砲の製造は、従前の37型等と比較して約 75% の労力削減となった。プレス加工だとなんで工程が減るの？従前は削り出しによる部品の使用が多かったんだ。これだと工程が多く時間もかかる。しかし、プレス加工は、工具による強い圧力を利用した組成加工であり、大量生産、自動生産に適した加工方法なので、これを多用することで、生産性の向上を実現できたというわけだ。ガンガン生産できるな。しかも軽量化にも成功したので、機動性にも寄与する結果となった。さらに、ドイツ国防軍は、連合軍の戦闘機を撃墜する執念に燃え、43型高射機関砲の毎分発射速度をさらに向上させる施策を繰り出した。どんな施策を？二連装化だ。43型高射機関砲を縦方向に連装した 3.7 センチ FLAK ズウィッピング43を正式採用した。さらに、2連装化だけでなく、43型高射機関砲を搭載した対空戦車も相次いで開発して実戦に投入した。どんな対空戦車？ここでは東風を意味する4号対空戦車オストイントを挙げておきたい。オストイントは文字通り4号戦車の車体をベースに、43型高射機関砲を搭載した対空戦車だ。従前の対空戦車と比較して搭乗員の保護のために装甲を施すなど優れた車両だったが、そもそもの開発経緯が、対空戦車の攻撃力の増強という眼目だったので、43型高射機関砲を搭載することで、その攻撃力と従前よりも長い射程を誇る対空戦闘用の車両だった。ドイツ国防軍は対空戦車や固定陣地にも積極的にこれら高射機関砲を配備してフル稼働させることで、連合軍の航空機撃墜に尽力をした。さて、
以上の通り、対空機関砲の解説をしてきたが、戦車や火砲を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の猛将にして記載である、石原幹事が、帝国陸軍の中枢たる参謀本部で暴れ回るも、盧溝橋事件をめぐる権力闘争に敗れて心ならずも左遷される紆余曲折を解説した動画です。満州事変で油の乗り切った石原幹事が日本の内閣にまで影響を及ぼす様は圧巻だし時代を感じるな。226事件では反乱軍の討伐に及び腰の軍事参議官を免罵して爆撃の手配まで行うなど、行動力の過断さは類を見ないと思う。そして、盧溝橋事件により石原幹事がどのような形で転落を経験していくのか、そこら辺に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。